おはようございます。ケンです。アメリカの保険会社レモネードが FST を使って走った分の保険料をおよそ 50% 割り引きます。そのサービスが8月3日、テネシー州でも始まりました。最初に一番誤解されやすいところを潰しておきます。これは保険料が半額になる話ではありません。割り引かれるのは FST で走った距離分の料金だけです。手動で走った距離は通常料金のままです。そしてもう一つ、これは別に新しく始まったサービスではないんです。テネシーは5番目の州です。1月にアリゾナ、オレゴン、インディアナ、コロラドで始まり、7ヶ月かけて広がってきました。その5つ目の州となっています。そしてニュースとしては地味なんです。でも保険会社が実際にお金の計算を変えて州をまたいで広げ続けています。これは FST は安全なのかっていう議論とは別の事業上の事実なんです。今日は自分の保険料への関係から始めて仕組み、そしてなぜ今これができるようになったのか、これを見ていきたいと思います。まずお金の話からです。FST はアメリカで月額99ドルです。対してレモネードの自動車保険は月額30ドルからです。走った分だけ払う重量制なんです。仕組みとしてはこうです。車が止まっている間は低い基本料金、動いた分は1マイルあたり数セント、そして FST で走ったマイルはその単価が半額になります。つまり同じ100マイルでも全部手動なら100マイル分、全部 FST なら50マイル分の料金で済む計算なんです。使う割合が高いほど支払いは下がっていきます。正確に言っておきます。最低利用料の条件っていうのはなくって、あまり使わなくても使った分は自動的に割引されます。保証の中身は FST の中身でも手動中でも全く同じで、割引は保険料の計算にだけ効いています。そして月99ドルを保険の節約で必ず取り戻せるとは言えないんです。走行距離も保険料も人によって違います。では保険会社はどうやってこの10マイルは FST だったとわかるのか。それは車が直接教えているからなんです。利用者が許可した上でレモレードのアプリをテスラ社に接続します。するとどのマイルが FST でどれが手動だったのか、これが車から渡るんです。推定ではなく車自身が出す記録です。ただし条件を省かずに言っときますけれども、誰でも使えるわけではないんです。ハードウェアはハードウェア4以上です。それ以前のコンピューターでは動きません。ファームウェアも 2025.44.25.5 以降が必要です。そして利用者の許可がいります。走行データを保険会社と共有することに同意して初めて成立する仕組みです。ここは各自で納得した上で判断すべきところとなっております。ではここからが本題です。なぜこの保険は去年ではなく今年からなのか。答えはテスラ側にあるんです。2025年12月12日、テスラはフリート API に2つの項目を追加しました。走行距離とそのうち自動運転で走った距離、そして開発者向けドキュメントに静かに置かれた変更なんです。そしてテスラはこの告知にこう書いています。これが FST 利用データの唯一の検証可能で権威ある情報源であると。他の方法に頼ることは推測的であり、著しく不正確な結論を生むリスクがあると。さらに使えるのはハードウェア4かつファームウェアの 2025.44.25.5 以降の車両に限るとも書かれています。ではここで気づいたでしょうか。レモネードが要件する条件と一字一句同じなんです。この保険っていうのはテスラのこの機能の上にそのまま乗っているということになります。なので時系列で並べてみると、2025年の12月12日にテスラが FST の走行距離を測れるようにしたんです。その40日後の1月21日にレモネードが商品を発表し、7ヶ月で5つの州に広がったというところになります。そしてここが今日の結論です。テスラが先に作ったのは割引ではありません。メーターです。FST で走った1マイルという数えられて外部から検証できる単位です。それができた瞬間に保険会社は値段をつけられるようになった。
測る手段を持っているのはテスラだけということになります。FSD はこれまで運転を支援する機能でした。買うか買わないか、それだけです。今は違います。使ったマイル数が数えられ、その数字が別の会社の請求書の金額を実際に変えている運転支援機能が計測できて値段のつく単位になった。ここが変化となっていきます。3社で見てみます。所有者は使うほどに保険料が下がる可能性があります。ただし FST の料金が回収できるかっていうのは条件次第となっております。保険会社はリスクに応じた値付けができて他社との差別化になります。テスラは FST の契約が増える可能性があり、さらに測定する仕組みそのものを握っています。ただし、これらは分析であって確定した事実ではありません。割引が契約率をどれだけ上げるのか、他社が追随するのか、テスラの利益にどれだけ効くのか、どれもまだ数字っていうのは出てはいません。ではそれを踏まえて誤解を3つ潰しておきます。1つとしては、これはテスラの保険ではありません。レモネードは NYSE 上場の別会社です。テスラ自身も FST 利用を反映する自前の保険を持ちますが、別の制度となっております。2つ目としては、保険会社がつけた値段っていうのは、公的な安全認定ではありません。レモネードは FST は安全というテスラ側のデータに基づいて価格を決めたと説明しています。一社の商業判断であって、規制当局の認定ではありません。業界全体の確定事実に広げるっていうのも誤りとなっております。そして3つ目としては、FST は完全自動運転ではありません。正式名称は監視付きの FSD です。運転者は常に注意を払い、いつでも勧誘できる必要っていうのがあるんです。保険が割り引かれることと監視がいらなくなるっていうことは別の話です。では、これから先どうなっていくのかっていうのを見てみたいなと思います。これからはロボタクシーがポイントになってくると思っています。そしてそのロボタクシーが成立するには保険っていうのが必要です。誰がどのリスクにいくら払うのか、その根拠がなければ事業というのは成立しません。今起きているのはその根拠づくりの第一歩です。自動運転で走った距離を計測し、保険料を対応させる。この仕組みが5つの州で実際のお客さんのお金で動いています。つまり、ロボタクシーが完成する前から FST の経済的な価値っていうのは発生し始めているというふうに見ることもできます。完全自動運転を待たずに、測って値段をつける仕組みの方が先に動き出した。ただし、これがそのままロボタクシー保険の標準になるかっていうのは分かりません。これはまだまだ仮説段階となっております。はい、ということで整理をしていきたいなと思います。確認できた事実としては、FST はアメリカで月額99ドルです。割引っていうのは FST で走ったマイル分の料金が半額になるもので、保険料全体ではありません。手動走行は通常料金、利用者の許可を得てデータ連携するハードウェア4以上で、ファームウェアは 2025.44.25.5 以降が必要です。そしてテネシーは5番目の州で、テスラは2025年12月12日に API 項目を追加し、自らを唯一の権威ある情報源と位置づけております。そしてテスラ保険とは別制度であり、FSD っていうのは監視が必要です。ということで最後にまとめとして3つです。1つとしては、他の保険会社が同じ値付けを始めるのかどうか、追随が出れば一社の判断が業界の共通認識に変わっていきます。2つ目としては、割引率が FST の更新に合わせて上がるのかっていうところです。上がるというふうにレモネードは言ってはいますけれども、実績はまだありません。そして3つとしては、この計測の仕組みがロボタクシーの保険に使われるのか、使われれば今起きていることが標準になってきています。そしてこの FST の割引っていうところですけれども、実際に日本で導入した時にこれに追随する保険会社っていうのが出てくるかどうかっていうのも一つの楽しみなところになってくるんじゃないかなと思います。そしてテスラ保険っていうのも日本で始まるかどうか、そういったことも僕たち日本のオーナーとしては今後注目すべき点になるんじゃないかなと思いますけれども、もし FST が日本で認可されて FST で走った分だけ割引になるっていう保険が出たら、あなたは乗り換えますか？
僕はちょっとね、乗り換えるんじゃないかなと思いますけれども、このあたり皆さん、保険についてどう思っているでしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。パワーウォール3の注文の受付が開始しました。今 SI ソーラーさんの方でパワーウォール3の注文を受け付けておりますので、興味がある方はぜひ SI ソーラーさんの方にお問い合わせの方よろしくお願いいたします。SI ソーラーさんはパワーウォールの一時代理店ですので、あなたの家の近くの代理店さんを紹介してくれると思います。ぜひね、パワーウォールの導入検討されている方、見積もりが欲しいなって思われる方は気軽に相談されてみてください。お問い合わせ先は概要欄に記載しております。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。